tea. Wake up to a cup as black as tar. Go to work, get beat like a mule. I'm just as empty as I am poor, so I'm running on fuel. I'm running on fuel. It's all I can do to get up and make it through. Coffee in the morning, whiskey in the evening, cigarettes all day long. I'm running low on faith, lower on pride. I'm out of love, but I still got drive. I feel like a fool, but it's all I can do. Running on fuel. Well, I ain't lazy, and I ain't no martyr. I ain't leaning on Uncle Sam. I just drink coffee like crazy, and whiskey like water, and smoke like a power plant. I'm running on fuel. It's all I can do to get up and make it through. Coffee in the morning, whiskey in the evening, cigarettes all day long. I'm running low on faith, lower on pride. I'm out of love, but I still got drive. I feel like a fool, but it's all I can do. はい、今回のスタイリングポイントは白人さんのちょっと不良っぽいバイカーっぽい、ようなイメージ。このモデルさんは、純直毛超剛毛、その髪の毛をいつも収まらない頭をどう収めるかということを考えながらやって、かなりツイストさせながらパーマをかけて外人の癖っ気っぽい顔を出して、ハーフドライの時でグリースだけつけて手だけでオールバックした状態で、後ろは押さえつけた一番下がこう遊ぶようなスタイルですね。そうですね、直毛でも巻き方次第で、このスタイルはかけたてより1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後がさらにもっと癖っ気っぽくなって、よりセットしやすく、よりハードな感じが出てくるので、伸びれば伸びるほど楽しさが出てくるようなスタイルです。まず毛先だけつけて、全体の毛先つけて、それで余ったやつで上げるフロント、横、サイドを押さえつけて、あとは手でしっかりコーミング、指でコーミングするような形で押さえつけたスタイルです。全体の長さ5センチあれば大体大丈夫です。フェードの後のここら辺が短いとどうしてもこの自然さが出ないんですけども、2ブロックスタイルで上だけこのスタイルでもすごいかっこよく決まると思います。この今オールバックスタイルのアレンジとして、基本的にはアフロの弱い緩いアフロをかけてるんで、グリースジェルをつけた状態で下ろしてもアニーみたいな子供の癖っ気っぽいスタイルになるし、この状態でパートスタイルつけてバシッと押さえてもさらにハードな雰囲気にもなるし、2ウェイ、3ウェイ、4ウェイ、もうずっといろんなスタイルができると思います。ポマードをあえて使うっていうのは、まず一番はお客様がセットしやすい。シャンプーした時もまず第一に落ちやすい。グリースはワックスみたいな油分がないので、シャンプー使わなくてもすぐスッと落ちることがまず第一です。あとはやっぱり今の日本人に向けて作られてるので、かなりやりやすいと思います。で、場合によってはグリースとジェルを混ぜたり、グリースとスプレーを混ぜたり、いろいろできると思うんですけども、基本的にはグリースだけでできると思うので、グリースだけなので髪の毛が落ちてきてもそんなにの形になると思います。Running on fuel.
whiskey like water, and smoke like a power plant. I'm running on fuel, it's all I can do to get up and make it through. Coffee in the morning, whiskey in the evening, cigarettes all day long. バーバースタイル、リーゼントスタイルで上げてて、休みの日は下ろしてるっていう、なんか男のセクシーさがすごい、そのギャップがすごい好きなんですけども、さっきハードスタイルで、今回は休みの日のソフトな感じで、朝濡れた頭にちょっとピッピッとつけた感じのラフな感じのスタイルです。セットのコツは、タオルドライした後に、さっきのブリースの量の半分ぐらいでいいんですけども、基本一緒で、まず毛先全体つけて、あとは押さえたいところ、ポイントだけつまむような感じで、カットベースがマッシュルームになってるんで、どんなことやってもかっこよくなると思います。ひねりながらパーマをかけてるので、そのパーマの無造作に動いてる、例えばこの辺が跳ねちゃったり、この辺がピッてなったり、この辺が中入っちゃったりするのは、そのパーマの良さがあって、それを抑えちゃうんじゃなく自然に動かした感じのスタイルなので、作りすぎないことが一番です。後ろはこのモデルさんは全体伸ばしてるので、一番下はパーマをかけられてないんですけども、パーマをかけてるところ、かけてないところの、調和を取るために、ここら辺は緩くしてあるんですけど、生え方がいいってそんなに気にならないと思います。このまま伸ばしてっても、前髪さえ邪魔じゃなければ全然問題ないんですけど、アレンジ的に前髪を、例えば伸びちゃって邪魔だったらセンターパートの前髪だけ分けながら、上はもじゃもじゃさせてもいいですし、前髪伸びちゃったら耳にかけて、上だけもじゃもじゃってなっても全然。ベースカットがしっかりしてて、パーマがかかってるんで、どんなでもアレンジができちゃうと思いますね。ここからアレンジするとしたら、さっき言ってたサイドパートとか、先端もセンターが大事だと思います。アレンジ次第で、さっきのバックスタイルからアートスタイルにして、ビシッとビジネスマンスタイルもできますし、センターパートもできますし、いろんなことができると思います。この状態からセンターとかサイドとかもいけます、ね、大丈夫です。付け直せば大丈夫です。ちょっと時間かけてやってみます。はい、やっぱり剛毛でかつパーマを強くかけてるので、もうちょっと量が欲しいですね。サイドも手ぐしですか？今のところ、だけどサイドパートの場合は工具使います。使わなくてもできますけど、なんかすぐいっちゃうかな。少し伸びてきた時とかやりやすいですね。今かけたてなんで、根元が触れたぐらいがさっきも言ったけど、いろんなことがアレンジできて楽しみ、伸びてくることが楽しみなスタイルですね。さっきの全部後ろにガッとやるやつも、結構色気出てましたけど、これもかなりかっこいいですね。これもかっこいいですね。で思い切って端っこからパート作った方が、3じゃなくても急にもうそう、このモデルさんは額の形が良くて、額が狭いからどっちかっていうとデメリットなんだけど、あえて形がそこだけを生かして、この角から思いっきりやっちゃった方がかっこいいですね。一番のコツは目いっぱい端っこからやった方がハードさが出る。で、落ちてきても真ん中でポコーンとやれるより端っこからやった方がこういうふうな感じの、なんつうのかな、本当男のセクシーさがさらに出てくるっていうところですね。で、一番はこの後ろがかっこいいですね。奥行きが出る頭ですね。深みがある、立体感がある頭。後ろスッと収まる頭もかっこいいですけど、で、思い切ってこの角をしっかり出してあげることで大きさが出てくる。で、こういうところが収まり悪くても別にそんなのは全然気にしないで、これはこの形の個性なんで、こういう跳ねちゃうのを抑え込まないで、
大体これはこれでいいかなって感じで、このラインが私は好きです。このラインがこうなってこうなってパートがあってパートって。タオルドライした状態で始めます。で、半分濡れた状態でビー玉1つ分ぐらいちょっと多めに取って手に広げて、まず毛先だけ根元までつける必要がありません。全体の毛先がついたら余ってるやつで前髪の生え際、寝かしたいところを作ってつけて、それでコーミングします。根元からしっかりコーミングしてあげて、で表面だけ粗い方でメッシュ状に作るために表面だけ作ってあります。あとは手で高さの調整と横のバランスの調整します。硬さ的には一般で売られているグリースよりはかなり硬めだと思います。硬いけども油性ポマードみたいな感じで伸びがよく粘りがあって、硬さプラス粘りで髪の毛をホールドして日本人の動かない髪質でもうまくセットしやすいように作られています。直毛の人は、ドライヤーで一生懸命押さえてくださいとか美容院バーバーで言われると思うんですけども、家帰ってそれできないので、このグリースでこの粘りと強さで立っちゃう毛をしっかりつけてコーミングすれば寝るように作られています。細い毛の方はもう毛先だけつけて、今の先ほどつけたつけ方よりももっと毛先だけつけて、あとはポイント前髪の根元を足したい人、横を押さえたい人、ポイントだけでつければ細くても補うことができます。で根元までつけちゃうとぺったりしちゃうんで、毛先中間だけでいいと思います。うちらしい多分カットだと思うんですけども、刈り上げのラインを横に比べて後ろをこう下げる場合が多いと思うんですけども、うちの個性としてアメリカの米兵さんだったり、普通のストリートで歩いてるビジネスマンだったり、そういう人を見て後ろが高めの方が多いんで、どっちかというと高めに地面と平行ぐらいに刈り上げの色を出します。家でセットするっていう前提で作ってるんで、ドライヤーは使わなくてもできるってことが一番です。ドライヤーで作るのはサロンで、家ではそんなドライヤーを使わないでグリースとコームだけで作るためにコームとグリースのバランスを合わせて作りました。粘りと強さがあるイコール反比例で手打ちが悪いっていうのがあるんですけども、それはメーカーさんと商品を作るときにやっぱり油性みたいに残るのが嫌でさらっと落ちる。で手が落ちるってことはシャンプーするときもシャンプーする前に水で流した状態でさっと取れちゃう感じに取れると思います。
ね。